こんにちは、みきです。僕は東京を拠点に、ヘアメイクしてます。アーティスティックなデザイン重視のメイクを得意としています。こんにちは、ダクザクです。私がメイクで大事にしているところは、そのメイクをする人のパーソナルを、きちっと表現できるようなメイクを意識してやってます。こんにちは、メイキャップアーティストの佐伯祐介です。ヌーディーなメイキャップからモード感のあるメイキャップまで、その人の良さが消えないようなメイクをするのが僕のメイクの特徴です。水辺に落ちた桜の花びらをちょっとイメージして、初めての技法になるんですけど、練りとかリップグロスとかを使って立体的に見せるようにつけていきます。私の好きなその満開な桜が散り始めるその美しさとか、その瞬間を質感立体で表現したいと思って和紙を使って表現をしました。日本版防具のトリプルテイクの第1弾ということで、まず桜を考えた時にピンクを使おうと思ったことと、和を表現する意味で歌舞伎の形を取り入れて施すことに決めました。こんにちは、ダクザクです。今日はよろしくお願いします。では始めます。よろしくね。お願いします。始めましょう。早速ね。先にお肌をクレンジングしていきます。ここで一回素肌をリセットします。ほこりだったり余分な皮脂を一度ここで取って、でその後にきちっと保湿をしてあげる方がメイクの持ちもいいので、ちょっとね、今日はねマックなんですけど、化粧水からちょっとラメを使って太陽光が反射してる感じをちょっともう下地から作っていこうかなと思います。白塗りに近いメイクをしていくので、この段階でしっかりと保湿しないと後でですねちょっと乾燥した感じの仕上がりになってしまうので、化粧水はポーラの BA がすごく好きで使っています。少しここでタッピングをしてお肌をクールダウンしていきます。アクセーヌのお化粧水を使ってます。私はすごくセラミドっていうのはお肌に大事だと思うので、セラミドを成分としているお化粧水です。伝統的な白塗りをしようかなと思ったんですが、ちょっと1時間しかないということで、海外のちょっと白塗りのやり方とちょっと日本の伝統的なやり方をミックスしたやり方をやるんですけど、その時に土台になる瓶漬けの代わりになるものがニベアのですね青い缶を使ってます。お肌に摩擦ならないようにクリームを加減して大きな、筋肉からマッサージをしていきます。もうね、下地はね超普通のチフレっていっちゃいいんですよね。これがツヤ肌のメイクをするときは基本的にはベースは絶対マットにします。じゃないとすぐ崩れちゃうんで、少し毛穴を整えるベースを塗っていきます。これはメイキャップフォーエバーのものですね。今回桜のテーマっていうことで和の感じにしたかったんですけど、ただ白塗りにするっていうだけじゃなくって、もうちょっとファンタジックな要素を入れたいなと思った時に、なんかふと枯山水入れたいなと思って、保護フィルムっていう金属アレルギーの人が使うフィルムを使ってですね、まずグラフィックでこの型を作って、切り絵みたいに切って作ってきましたすごい図画工作のような。ちょっとめっちゃ使い込んでて恥ずかしいんですけど、こういうタイプのファンデーションで目の下ちょっとカバーをする感じで、なんかマットなんだけど、これねちょっと馴染んだらねまたどんどんツヤに出てくるんですよ。なのでその必要なところだけパウダーで押さえて、全部をちょっとウェットにしちゃうとベタベタになっちゃうんで、極力ファンデーションを塗りすぎないで、ちょっとしたその影になってるような部分を整えていきます。ここ数年メイク界ではこういうタイプのブラシがたくさん出てきてるんですけれども、指でぼかすよりも綺麗にぼかせるのでよく使ってます。白の練り物のペイントを塗ってるんですけど、歌舞伎のものは水溶きのものが多いんですけど、
今日はちょっとその歌舞伎のものよりももうちょっと油性のものを塗布することでこっちの方がちょっと使いやすいんですね。やっぱり歌舞伎のやつっていうのは時間が経つと場合によってはよれてきちゃうので、まずはじめにこの目のグラデーション作っていきます。なんか多分薄い色からやっていくと最後に濃い色を入れたら一気にもっと濃くなっちゃうんで、ちょっとマックのね超桜っぽくないこの色ね。どっちかというと濃すぎたぐらいがちょうどよくて、最初濃いのはそれはなんか薄い色で消していくっていう感覚かな僕は。彼女の綺麗な切れ長の目を生かしたいので、まつげは黒目にかからない程度に根元だけを上げていきます。でアジア人はどうしてもまつげが下がりやすいので、この段階で根元にまつげが下がらないようにマスカラを少しつけていきます。ここのイメージは水に桜がもういっぱい落ちてる状態なんで、もう一個一個描くっていうよりは大胆に肌のちょっと透け感がちょっと残る感じで、でもちょっとこう白塗り感を感じさせるような感じに仕上げたいので、やっぱり日本の伝統的なこのメイクっていうのがどういうものなのかっていうのにすごい興味があって、どういうふうに実際にやるのかっていうのを伺ってみたりとか、撮影に実践してみたりとかしていくうちにできるようになりました。でここでアイラインを引いていきます。彼女のこの綺麗な目が一番印象的だったので、そこを生かしたメイクにしたいなと思ってアイラインを入れることにしました。これもまたマックのパレットなんですけど、今度ちょっとピンクのラメを入れます。三吉っていう舞台道具屋さんのプロダクトを使ってます。歌舞伎インスパイアな、ラインになってます。ちょっとだけマスカラ使います。これねナーズです。使いやすくてちゃんと発色してくれる。あと全然落ちない。綺麗な眉毛を生かしつつ少しムードが出るような眉毛にしてます。これはブローセットっていうマックの眉毛の、ジェルで少し眉毛を固めて形を整えていくものです。これはですね、やっぱり赤ってすごいいろんな赤あるんですけど、すごく日本っぽい赤だなと思って今回はこれを選びました。でここから和紙を貼っていきます。テーマが桜と聞いた時にこの桜の質感だったり立体感を表現したいと思った時に、いろんな素材を探してるうちに和紙が一番桜の表現に合っているっていうのと、あとやっぱり桜は日本の春を代表する花でもあるので、この和紙と桜っていう運命を感じて和紙にしようと思いました。和紙は今回は初チャレンジです。水辺に落ちた花びらをイメージするのに濡れた質感の演出をしたいので、ちょっと初めての技法になるんですけど、こういうねカップがあるんだけど、これを使ってちょっと見てからのお楽しみっていうほどハードルは上げれないけど、こういう超アーティスト寄りので、ここにマックのリップグロスです。透明の全部をきれいに混ぜちゃうと一色にしかならないんで、あえて別の場所で混ぜるっていう。今度それをこのカップにそうちょっとねこんな感じ。これも習ってた絵画スクールで油絵に使ってた技法で、満開の桜が徐々に散っていくイメージをしてます。でちぎった時にこの質感がまたすごい綺麗なので、これを活かせるようにしてます。目に締めの効果を出したいんで、少しだけ部分的にこの黒のラインを塗っています。作った枯山水のところにですね、
ちょっとこう桜が舞ってるみたいな感じで1段階目に乗せているのと、その後に少しこうツヤ感を出したかったんですけど、単色のツヤではなくってこういろんなパウダーがミックスされているようなこういうハイライターを使って軽やかに見えるように工夫しております。でこっからまたちょっと変わったことをしちゃうんだけど、なんかこれねちょっとごめん、見た目すごい悪い。ケーキとかのデコレーションするやつ分かります？なんかこうホイップクリームとか、そう、それにさっきのこのマックのやつとワセリンを大量に混ぜて顔に塗っても大丈夫な素材にして水辺の上の桜を作るみたいな。元からのリップはすごく綺麗なので、それをほんの少しだけブラッシュアップするようなお色味を軽くつけていきます。リップはこのメイクじゃ主役じゃないんで、あんましなんか主役を消さない程度の、でもツヤで、ちょっと今回ナーズのリップグロスピンクゴールドみたいな。あと1分ぐらいですかね。結構最後にあっという間に時間がなくなっちゃった。ごめんなさい、今ね喋りながらできない時間がちょっと。完成です。 OK、 終わりです。はい、では完成です。桜って感じです。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとう。よろしくお願いしこれも綺麗だね。お疲れ様です。お疲れ様です。緊張しました。でやることの緊張よりも喋る方が緊張する。はい、もう両方同時にできなくて。みきちゃんどうだっいや、めちゃくちゃ緊張しました。た？緊張した？なんか緊張しますし、他のメイクさんがするデザインがやっぱ気になりすぎて、他の2人の早く見たいっていう。早く見たいって。おお、全然違う。すごい。めっちゃ綺麗。すごいですね。みんな全然違う。全然違うね。わお。やっぱりこう私が思っているその桜に対するイメージがすごく和っていうのもあって、そこで和紙を見つけた時に、あ、これだって思って、もう和紙一本でいこうと思いました。なんか個人的に僕この和紙も好きなんですけど、眉毛の描き方が僕すごい好きで、ありがとうございます。綺麗だよね。あえてこの形にするっていうなんかあったんですか？いや、わかるわかる。中にめっちゃ聞きたいです。一線を描いてるってことね。その発想がなかったんで。私の中で彼女の目と眉毛がすっごい綺麗だなと思ったので、それを生かしたいっていうのと、でやっぱり少しどこかに和を感じてほしい、感じたいって思った時に、アイラインだけじゃなく、そこになんか眉毛も少しその和の要素を取り入れて、でも肌は素肌っていうそのバランス感をやっぱりいろいろ模索してここにたどり着きました。すごい。これ白塗りっていうんですか、やっぱ結構時間ってかかるものですか？ここまで綺麗にするのってやっぱ本当は水溶きのやつでバッてやっちゃえばすごい簡単なんだけど、パリパリになってきちゃうから、今回はちょっとマックの練りのスティックのやつとチューブのやつを使ってやった上に本当に歌舞伎で使う白くなるお粉を叩いて、枯山水をイメージしてるの、ここ。すごい和押し。和ですよね。やっぱりこの状況でこの白塗りやるって結構プレッシャーと技術がすごいいるなっていう。プレッシャーすごかった。やってるうちにちょっと、いやちょっとこれじゃない方が良かった。そうなるんですか？でももうやるしかなかった。しだれ桜がすごい好きで、
でなんかそれを描くのももうちょいアーティスティックにやりたいなと思って、グラデーションの部分は、水辺に落ちた桜の絨毯みたいな、で白とかピンクのボワってなってるのがその反射してる乱反射してる桜で、上に乗っかってる立体がその落ちた上の桜で、その3種類のをちょっと入れてみようと。なんかすごいモダン。もともとちょっと油絵とかを習ってて、すごくこの質感とかに出てますね。本当にちょっとまたこのピンクがね違うピンクだったら全然また違う印象に、なんかちょっとぼやっとしちゃうっていうか、このぐらい鮮やかだからやっぱすごい綺麗。ありがたいですね。ありがとうございます。やっぱり1時間っていう制約がすごいこう厳しかった。タイマー置かれて、そうなんて下手したらベースだけでも1時間かけるからね。無限だから。無限だから。でもよかった。とりあえずこれ終わってよかった。よかった。本当です。よく寝れますね。ですね。久しぶりによく寝れそう。